だからその2世が狭間の中で揺れることをすぐに信仰がなくなったとか、社会に流れてしまったとだけ見てしまうと、本当の苦しさが見えなくなっていってしまう気がします。こんにちは。今日はまず最初に一世の皆さんにお伝えしたいことがあります。感謝と、そしてお願いを込めてお話ししたいです。一世の皆さんは本当に多くのものを背負ってこられたと思います。信仰のために、家庭のために、そして世界のために本当に多くのものを捧げてこられました。その熱さ、その真剣さ、その中にあった祈りや覚悟は私たち2世が軽く見ているものではないと思っています。実際にその親の背中を見て信仰って尊いものなんだなと感じてきた2世も大勢いると思います。2世の中には親の信仰に惹かれて、その熱さに惹かれて、教会は当然大事にすべきだと思って育ってきた人もたくさんいます。親の姿を見てすごいなと思った人もいる。確かに毎月のお小遣いはめちゃめちゃ少ないし、1年に1回もらえるお年玉もなんでこんな少ないのと思う時もありました。ただ、この親の熱い信仰、この自分ではない誰かのために捧げるその祈りの姿を見て、信仰ってすごいんだなと素直に感じていた部分もありました。だから一概に否定はできなかったんだと思います。でもその一方で、2世の中にも教会で学んできたことと社会の中で生きる上で自分が現実に感じていることとのギャップを大きく感じて苦しくなった人もいると思います。っていうか、いるんですよ。自分は今、韓国にいるソンムン大学にいて、多くの日本人2世を見てきました。たくさん会話をするし、今までどういう学びを受けて、どういうことを感じてきたのか、たくさん話します。親の信仰を否定したいわけではない。でも簡単に整理できないこともある。教会を大事にしたいという思いと、距離を感じてしまうという、その思いの中で揺れてきた2世がたくさんいるんです。そしてまた一方で、その葛藤や痛みがあまりにも大きくて、親の信仰そのものに反発や拒絶を感じるようになった2世もいると思います。そのどちらの姿も、ただ弱いからでも、ただ未熟だからでもなく、それぞれの場所で真剣に悩み、苦しみ、向き合ってきた結果なんじゃないかなと思うんです。そもそも週7日間ある中で、ほとんど6日を友達と過ごして社会の価値観や考え方に触れて、残りの1日だけ教会の教えを受けたからといって、どうやって自然に教会の教えを理解して自分のものにしていけるかということなんですよ。それは簡単なものではないと思います。信仰は言語と少し似てるなと思います。自分は英語と韓国語を少し話せるんですけど、韓国語はここ韓国に来てからやっぱり急激に伸びましたし、英語もフィリピンの語学研修を通してネイティブの人と毎日のように会話をしながら英語に触れてったので英語が伸びました。日本人の皆さんどうですか？日本にいる時に週1回の英語の授業だけで今英語喋れてるようになってますか？それと同じことなんです。言語っていうのはその人の生活に深く密接に関わっているものなんです。価値観や信仰っていうのも同じだと思います。週6日間日本語を喋って1日だけ英語を勉強したからといって日本語よりも英語の方が上手くならないのと同じように、週6日間学校に通ったり友達や塾、部活の友達と一緒に過ごしていて1日だけ教会にいたからといってなんで教会の教えが理解できないんだ、そういうふうに考えることはできないんじゃないかなと思います。むしろ教会の内容に素直に理解できないことの方が当然だと思います。なんで恋愛がダメなんだろう、なんでお酒、タバコダメなの、こういう疑問を持たない方が僕的には正直おかしいんじゃないかなと思うわけです。だからその2世が狭間の中で揺れることをすぐに信仰がなくなったとか社会に流れてしまったとだけ見てしまうと本当の苦しさが見えなくなっていってしまう気がします。2世の中には信じたいけど信じきれない人がいる。大切にしたいのに距離を感じてしまう人がいる。逆に痛みが大きすぎて一度は全て否定してしまいたくなった人もいる。でも一人一人のその奥にはそれぞれの真剣さがあったんだと思うんです。私は1世が間違っていたとか2世が正しいとか言いたいのではありません。同じこの信仰というの中においても1世と2世では見えていた景色が全く違ったんじゃないかなと思います。もちろんその1世の姿を見てついていきたいって思えた2世もいると思うんですけども、1世は使命感の中で信仰を育んできた。2世はその1世の方々の背中を見ながら同時に社会の中でその現実の中で生きてきた。
だから感じ方が違うのは、ある意味当然なことなんだと思います。3ヶ月前くらいですね、このチャンネルの中で、実の自分のお父さんが教会長なんですけど、その教会長に、教会から離れたいと言ってみたという、ドッキリ動画があるんですけども、結局自分のお父さんは自分が教会を離れたいと言った時に、否定もしなかったし、むしろその考えがこれから自分の人生において大事なことなんだというふうに、それを肯定してくれました。正直言うとですね、あの動画を撮る前、自分はあんまり心配してなかったんですよね。そういうお父さんの下で育ってきたので、すぐに出てけみたいな2世がちょっと苦手な1世の姿は全くなかったので、撮ることができたんですよ。ただやっぱりコメントを見ると、やっぱり一世の方々はその自分のお父さんの考え方とか、その瞬間に言えたその一言って結構すごい、自分には言えないとか、自分も次はこういう風に言ってみたいっていう風に、そういう驚きの声が出たんですよね。そのコメントを見ながら、やっぱり自分たち2世と1世の方々のギャップって結構あるんだなっていう風に思いました。わからないと言っても大丈夫。苦しかったと言っても大丈夫。今はまだ受け入れられないと言っても、その声がすぐに切り捨てられない。そういう空気が、その家庭の中で、教会の中で、日本の中で、私たちの中でできた時に、信仰は上から下へ押し付けるものではなくて、共に育み育てていけるものになるんじゃないかなと思います。このチャンネルの動画の中でこんなコメントがありました。強制なんてできないよね。愛していれば、むしろそうか、自分でそう考えたか、それはそれで君の考え方を尊重する。そうとして答えようがない。ただそうでない家庭もあるのだろうと思う。宗教2世問題は、教会、組織の問題というより家庭の問題であることが多いように思う。子供から言われたとき、何を言うか、言えるか、その基盤が家庭にあるかが非常に重要なのだと思う。一世の皆さんが歩んできたその真心が、次の世代にとって、僕たちにとって大きな財産です。今回の解散命令によって、教会にあったすべての財産が、国に回収されたと聞いています。でも、残ったのが、一世の皆さんが歩んできた、その真心であり、聖々であり、熱さであり、真剣さだと思うんです。でもその財産が、本当に次の世代に受け継がれていくためには、二世の心の声にも耳を傾ける必要があるんだと思います。逆に、二世も、ただ距離を取るだけじゃなくて、一世の方々、自分たちのお父さんお母さんが何を信じて、何を願って、何を背負ってきて来られたのかを知ろうとすることも大事だと思うんです。一世と二世は、戦う、そのような存在じゃなくて、本当は同じ方向を向きたいと思うんです。二世のみんなは、とにかく親が幸せであったらそれでいいんですよ。お父さんが幸せそうなら、お母さんが幸せそうなら、それでいいんですよ。お父さん、お母さん、教会に通っていて、本当に幸せになりましたか？本当に幸せになったんだったら、その姿を思う存分、息子、娘に見せてあげてください。原理公論を見せる前に、幸せな姿を見せてあげてほしい。一世の方々の厚さがあったから、ここまで来られた。そしてこれからは、二世の問いや葛藤も含めて受け止めながら、もっと本質的で、もっと温かくて、もっと自然な信仰を次の世代につなぐことができるんじゃないかなと思います。そして一世と二世と三世と四世までもが、神様の前で一つとなっていけたら最高なんだなと、最高じゃないかなと思います。以上が今回この動画で自分が伝えたいことでした。この動画が2世の全員の気持ちを代弁できているというふうには思ってなくて、少しでも一人でも多くの2世のその声をこの教会の皆さんに届けれたらなという思いで作りました。特にですね、自分も韓国でいろんなシックの方々に出会いましたけど、3回鉄壁をして防御力マックスに上げたハガネールよりも硬い頭の一世の方々がいるわけですよ。いつかこの動画がそういう一世の方々にも届いて、その硬い頭を少しでも、もし2世に対してわからないことがあったらですね、コメント欄にぜひぜひ書いてもらって、それに2世の僕たちは横文字を使わずにわかりやすい言葉でしっかりと答えていける、そのようなコメント欄になったらなというふうに思います。それではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。